はい、皆さんこんにちは、ヨッティです。今回は GRMN Mark X を購入して1年が経ちましたので、1年レビューということで動画をお届けしたいと思います。よろしければ最後までご視聴いただけると幸いです。今回お話しするのは3点。以前お話しした半年レビューから変わったところ、1年乗って良かったところ、気に入ったところと、逆に1年乗ったからこそちょっと気になり始めたポイントなんかについてご紹介したいと思います。まず半年前から変わった点ですね。半年前の動画でシフトフィーリングがいまいちなんていう話をしていたと思うんですけど、だんだんと1年乗ったら意外と慣れるもんですね、人間。なんかあんまり気にならなくなってきました。というのも、多分だんだんとオイルが馴染んできたというのもあるのかなとは思うんですけども、それ以上に多分体が慣れたというのが大きいかなと思います。1年乗ってだいたい1万2000キロぐらい、走っているんですけども、それで、まだミッションオイル1回も変えてないので、もうそろそろ変え時かなと思いつつ、何かおすすめがあれば教えていただけると幸いです。そして1年乗って良かったところをご紹介したいと思います。まずは350台限定という、優越感ですね。街中でやっぱり同じ見た目の GR スポーツとか事実のマーク X とすれ違った時も、やっぱりなんとなく優越感に浸れるというのはこの車の特権ではないでしょうか。で、さらに、やっぱり3.5リッターの NA ということで、やっぱりトルクがあって、すごい余裕の走りが期待できるというところもいいポイントだったと思います。街乗りなんかは非常に楽ですし、発進に関してもすごいトルクフルで、非常に街中で乗りやすい車だなと思います。で、もう一つ、ここがかなり重要なんですが、この車、車内で寝られます。というのも、僕が車を選ぶ中の基準として、やっぱ車の中で寝られる、車中泊ができるっていうのは一つのポイントになってるんですけども、この車、ありがたいことにトランクスルーがついています。少し段差があって寝やすいかと言われたら、ちょっと微妙なところもあるんですけども、一応寝ようと思えば寝られるという意味で非常に快適な車ですね。その点も非常にグッド。そして、まだ動画にはしていませんが、実は GR レーシングレコーダー取り付けています。これに関しては多分来月ぐらいに動画として上げられるといいなと思ってるんですけども、これのおかげで、走行中であっても、ナビを、メーター代わりにして、いろんな車のインフォメーションを見れるようになるということで、ちょっと楽しめるポイントの一つかなと思っています。逆に1年乗って気になり始めたポイントについて話していきましょう。1年乗って気になり始めたポイント。1つ目は、カーボンルーフですね。この車、カーボンルーフついてないモデルを選んでいるんですけども、買う時にカーボンルーフなしをわざわざ選んで買ったぐらい、カーボンルーフなしが良かったんですけども、よくよく考えてみると、別にカーボンルーフついてても良かったんじゃないのかなと思うようになってきました。もともとカーボンルーフ避けた理由は結構単純で、カーボンってどうしても日焼けしてしまいますよね。いくら新車装着でちゃんとクリア吹いてあるとは言っても、何年も乗っていて、特に屋根付きの駐車場でずっと保管できるわけでもないので、そういった車だとやっぱりカーボンルーフの日焼けが気になるのは嫌だなということでカーボンルーフを避けたんですけども、やっぱり街中でたまたまカーボンルーフ付きの GRMN とすれ違ったりすると、ちょっと羨ましいなと思うところもあります。そして、半年レビューで言ったか覚えてませんけども、鍵問題ですね。GRMN の鍵が、非常に不満があるという話なんですけども、ちょっと鍵をお見せしましょう。GRMN の鍵これですね。これカーバーついてたんですけど、これヤフオクで手に入る普通の、純正のカバーを変えてはめ替えるタイプのキーカバーですね。なんですけども、この鍵って実は、普通の、この車が売ってた時に売っていたビッツとかと同じ鍵で、いわゆるちょっと安っぽいと、言ったら失礼ですけども、ちょっとマーク X っていう車格に考えたら、あんまり、ふさわしくない鍵なんじゃないかなと思うところがあります。ということで、ちょっと残念ポイントの一つですね。これに関しては、マーク X の限定車であったイエローレーベルっていう、2014年ぐらいかなにあった限定車の鍵。これに変えることで、解消できそうなので、そのうちやってみたいと思います。そして1年乗って気になり始めたポイントの一番大きいところが、メーター周りですね。この車、2009年発売っていうのは以前 GR アイス欲しいっていう動画上げた時にお話ししたと思うんですけども、車が2009年発売ということで、メーター周りのインフォメーションの、いわゆるメーターの中の、マルチインフォメーションディスプレイとかいうポイントですね。ディスプレイボタンを押すと表示が切り替わるポイント。ここの表示が古いんですよ。例えば、最近の車ですと、プリウスとか、あとアクアもマイナーチェンジで変わったんですけども、最近だと TFT モニターって言って、ちょっと発色が鮮やかな
普通のスマートフォンの液晶に近いような、すごい綺麗なモニターを採用している車、トヨタの中でも非常に増えてるんですね。そんな中でこの車、いわゆるドットが並んでるタイプのモニターになっていて、ちょっと残念だなと思うポイントの一つです。これが綺麗な画面だったらすごい満足感のある車だったのに、ちょっとこれは気になり始めちゃいましたね。そして、マーク X 特有の話をしておきます。GRMN だからというわけではないんですけども、この車、助手席側のピラーすごい邪魔なところについてます。というのも、すごい見切りが悪くなります。今多分映像でお見せしていると思いますが、こんな感じで、すごい助手席側を見た時に、助手席のピラーが邪魔になって死角になるポイントが結構大きいです。セダンなんで仕方ないといえば仕方ないんですけども、この辺少し大変だなと思うところもあります。で、もう一個。だんだんとマフラーを変えたいなと思い始めてきちゃいました。というのも、もともとこの車を買った時は、ほとんどノーマルでなるべくいじらないぞって決めてたんですけども、いざマフラー変えてるマーク X とかを見てしまうと、ちょっと羨ましいなっていう気持ちがどんどん強くなってきちゃって、いろいろマフラーは物色はしてるんですけども、どれもこれも高い。マーク2の時も、高いマフラーつけてましたけども、それ以上に高いマフラーが多すぎますね。はい。じゃあ最後に、実はマーク X GRMN を買うときに結構候補になっている車が何台かあったので、そちらの方をちょっとご紹介しておきます。ちなみにちょっと暑すぎたので服脱ぎました。まず1台目が、プレッサーの STI。型番で言うと GVB というやつですね。最終型 VAB というやつの1個前の型になるやつです。ハッチバックが出た時の後に発売されたセダンのモデルですね。この車は本当に発売した時からすごい好きな車で、本当に乗りたい車の一つだったんですけども、この車なんでやめたかっていうと、金額的には全然良かったんです。この車買うよりもはるかに安いですからね。なんですけど、この車を買うときになるべく年式として新しい車に乗りたいなというのがあって、そうなると GVB って最終型になっても2014年式とかで終わってしまうんですけども、そうなるとこの車2019年式なんで5年の開きがあるわけですね。なるべく長いこと乗ろうと思うと、やっぱりマーク X の方が、そういう意味ではいいポイントの方が多いんじゃないかなということでやめました。あと単純に FR に乗りたかったっていうのも結構大きいです。で、その次、この次は FR としての選択肢として、実は17クラウンのエステート、いわゆるクラウンワゴンですね。と、同じサイズでステージやですね。これ2台結構考えていた時期もあります。両方とも金額はもちろんこれよりは安いんですけども、いかんせん年式が古いのと、この車を買うときに、ポイントとして、シルビアも持ってるので、ドリシャをもう1台買うわけにもいかないなというのがあって、少し候補から外れてきました。あと17クラウンのマニュアルって本当に乗せ替えしかないからだと思うんですけど、すごい高いんですよね。高い車、本当に綺麗な車って200万円超えとかなんですけど、200万って言うと、さっき言ってた GVB のインプレッサ買えちゃうんですよ。でも17クラウンって2000年前後の車なんで、そう考えると10年の開きがあるわけですね。インプレッサー2010年から発売の車なんで、10年以上開きがあるのに値段が変わらないってどういうことよっていう風になるじゃないですか。ということで、値段的にも買える値段というよりは、出せる金額じゃ出せる金額ですけど、年式に見合った金額かと言われると少し悩ましいなということで却下いたしました。ただ17クラウン本当は今でも憧れる車です。特に車内で寝れますからね。完全にワゴンなんでね。この車の車内で寝れるとは本当に話が違うので、そういう意味でもいい車だなとは思います。ステージは同じ理由ですね。で、最後に、一番悩んだ車は GR ヤリスですね。この車を購入したのが2020年の2月、納車が2月だったので、実際には契約自体はもうちょっと前にやってますけども、この車を、決めた瞬間ぐらいにちょうどオートサロンで GR ヤリスの発表があって、すごい悩みました、実は。というのも、やっぱり新しい車に乗りたいっていう意味ではすごいいい車ですし、特に新型車ですからね、知名度も抜群、話題性も抜群ということで、乗ってみたいよねっていう気持ちはすごくあったんです。4駆も楽しみだなっていうのもありました。インプレッサーやめたので4駆また乗りたいんかいっていう話なんですけど、ただやめた理由が、当時のオートサロンの時って、まだ発売の時期は分かってたとは思うんですけど、発表されただけで、詳しい装備とかってまだ全然不透明だったと思うんですよ。ということで、ちょっと、どういう装備がつくかわからないなっていうのもあって、ちょっと怖いなと思うじゃないですか。っていうことを鑑みた目で、これはやめとこうかなということで、やめた結果、この車に立ってます。その結果、この間みたいに、GR レース欲しいっていう動画出しているので、結局どっち買っても、どっちも欲しがってたと思うんですけども、そういう感じで、実はいろいろ悩んでましたよっていう話です。じゃあ最後、まとめいきたいと思います。この車、1年乗って1万2、3000キロたくさん走りましたが、総じて満足はしています。100点満点で言ったら90点ぐらいかなと思います。
やっぱり不満な点とか、やっぱ付けたいものとか、付いてなかったオプションとかいろいろあるので、そういう意味でちょっと残念だなと思うポイントもありますが、そういうのはおいおいやっていければいいかなと思うので、今後もこの車と一緒にやっていきたいと思います。このチャンネルが収益化されたら GR ヤリスを買うなんていう選択肢も出てくるかもしれませんが、それに関してはあと1年ぐらいかかるんじゃないかなと思いますので、それまでとは言わずもっともっと長いことこの車と一緒に遊んでいきたいと思います。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントなどいただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。